始まりました。都市と写真。今日は久しぶりに新しいシリーズ作品についての話。実は先月くらいから都市の川というテーマで写真を撮り続けています。東京や大阪のような大都市には高速道路の下にひっそり流れる川が存在します。今見えているような場所。もう上を蓋されて空が見えなくなっているような川。昼間でも暗くて陰鬱とした雰囲気が漂う場所です。都市に住んでる人なら、確かにそういう川あるなぁと分かってもらえると思います。そういう川をあえて撮る。綺麗な川、自然と光が溢れる川ではなくて、ビルと高速道路に囲まれた川を撮っています。そんな川で何を撮るのっていう疑問の答えがこの写真です。こういう模様。川の水面にできているこの模様がすごく面白いなと思って撮り始めました。これビルが反射して水面に映っているんですよね。そこによどんだ都市の川がいい感じで仕事をしてくれます。波が反射して像を歪めたり引き伸ばしたりして元のものが何かわからなくなるまで変形してます。どうですか、こういう形。まず純粋にこの形が面白いって思えるかどうかなんですけど、僕はとても面白いと思いました。普段僕は都市景観の中に人物シルエットを入れて撮ってるんですけど、それも考えたら形なんですよね。色よりも形に魅了されるタイプの人間なんで、こういうのは大好きです。次の橋まで移動して撮ってみます。橋の下のちょうど流れがよどんだような場所が狙い目です。はい、ここでもう一つ面白い形の模様が撮れました。最初に見せたのはまだ波の模様っていう感じが残っていましたが、今回の模様は本当に何かわからないですよね。何も言わずにこの写真だけ見せたら何これってなります。こういう抽象的なのが面白いですよね。次に行きましょう。とにかく水面に反射しているものは片っ端から撮っていきます。ただこういうのはいまいち、いかにもリフレクションを撮りましたという感じが強いです。この辺に映っているのがビルやマンションなんだなというのがなんとなく分かってしまいますよね。それよりも波と波が干渉して複雑な形になっているやつを探して撮る。はい、こういうのがいいですね。橋から橋へ川沿いに歩いていくだけで変な形、抽象的な模様が何枚も撮れます。できれば晴れてる日がいいです。晴れてると青い空が映り込んで絵がカラフルになります。これは道頓堀の川を撮った写真。緑色の汚い川ですけど、こういう模様として見るとまた違った感じに見えます。拡大してよく見ると、ここに添右衛門町という文字が。道頓堀沿いのお店の看板とかが全部映り込んでいて、とても情報量の多い模様だということがわかります。なんというか、街の風景が全部怨念化したみたいな写真になっていて、とても気に入っています。これはまた別の川で撮った写真。模様がさらに抽象化しています。細胞を顕微鏡で見たような模様。水辺であることを示す証拠として右上に小石が落ちたような波紋ができています。ちょっと気色悪い感じもありますけど、これが普通に川の水面に模様として見れるというのは驚きでした。しかもこれ繰り返しになりますが、元の映っているものは普通のビルですからね。ビルの像が波によって歪んだり引き伸ばされたりしてこうなります。みんな日常生活の中で無意識に川を見てるってことはあると思うんです。
でも普通の人は、川だなって終わってしまう。道頓堀の川とかも汚いものという先入観があるから、そんなにまじまじと観察はしないですよね。でもそういう誰もが見逃しているところに一つの美が隠れている。それを写真として見せていくというのは、フォトグラファーとしてとてもエキサイティングなことです。これも気に入ってる写真。AI で作ったような模様ですけど、よく見ると、こういうところの線一本一本の中にも小さな模様が入っていて、自然の造形美ってすごいなと感じます。あと小さいゴミも当然入っているので、そういうリアルさもこの写真には写っています。こういう模様はいつも見れるというわけではなくて、その日の天候、光、風の強さ、波などによって変化します。同じ場所で模様をしばらく観察していると、突然風が吹いて波の周波数が変わり、模様がこんな風に変化しました。砂嵐のようにも見えますが、よく見ると細部に構造がしっかり残っていて、ランダムとは別物であることがわかります。何枚も写真を撮っていて気づいたのは、都市の川というのは巨大なパターン生成装置だなということです。風の強さ、波の周波数や角度、水の濁り、それらすべてがパラメータとして入力されて水面というインターフェース上で演算されます。もしかしたら上を通る高速道路からの振動も模様に影響を与えているかもしれません。小さな水面の模様の中に都市の様々な動きや構造が凝縮されているのが面白いです。最初は模様集めからスタートした今回のシリーズ。しかし途中からもっと深いところまで考えるようになりました。今回の動画で伝えたいことは2つあります。1つは先入観を捨てて観察しようということ。都市の薄暗い川なんて見るべきものは何もない。何も面白くない。僕らは日常そうやって見過ごしているものがたくさんあるってことです。これは川に限らず全部そうです。都市でも田舎でも同じです。みんな見た気になってるだけ。全然見てません。それはある意味そうやって処理しないとどの情報処理が追いつかないという部分はあると思います。でも写真を撮るときはその先入観を一回解除してまっさらな目で観察してほしいです。そうすれば都市でも田舎でも撮るものはきっと見つかるはずです。まずは物の形をしっかり見てみましょう。僕の真似をして川を撮ってもいいですけど、できればこの考え方を応用して自分で撮るものを一から見つけるということをやってみましょう。撮るものを他人から与えられて撮るよりも、自分自身で撮るものを発見できた方が楽しさや喜びは倍になります。自分だけが見えてる世界。その感覚をぜひ味わってほしいです。伝えたいことのもう一つは作品制作について。今回のシリーズ作は単なる模様集めではなく、その模様の先に見えるものにまで言及する必要があると思っています。小さな水面の中に都市の様々な動きや景色が圧縮されている。ミクロの中にマクロがある。抽象化することで意味を失う。けど、そこで新しい意味を獲得する。この辺は難しくなってくるので、という感じで聞いてください。いつもの撮影テクニックではないので、あまりピンとこないかもですが、最近僕はこういうのをどう考えて写真活動を行ってますよってことを紹介しておきました。一つ目の先入観を捨てる話はすぐに実践できる話なので、まずはここから試してみましょう。それではまた。